あなたは動物が人間を超えた存在になる世界を想像したことはありますか？ 1944 年第二次世界大戦の中、戦場で大活躍を見せる兵士がいました。彼の武器はその屈強な肉体と圧倒的な腕力。多くの弾薬や食料を担いでもびくともせず、軍隊の貴重な戦力になっていました。一方、人付き合いもいい彼は多くの仲間と共にビールやタバコを楽しむのが日課。レスリングで力比べをするのも大好きだったと言います。いつも仲間の中心でみんなを楽しませるムードメーカー。しかしそんな彼にはただ一つ、他の兵士とは決定的に違うところがあるんです。実はこの兵士、クマだったんです。兵士として活躍した一頭のクマ。なぜこのクマは人間と一緒に生活することができたのか。おとぎ話のような関係の背景には深い絆があったんです。新スタジオだよ、ケンちゃんです。ユミンコですというわけでね、ヤミコさん、本日はね、人間に育てられたクマというね、お話なんですよ。そもそもなんで兵士たちがね、クマを育てることになってしまったのか、早速見ていきたいと思います。森のクマさん。時は第二次世界大戦の最中、遡ること79年ほど前の1942年、イランの山中をポーランド軍の弾薬補給隊の兵士たちが移動していました。そこで彼らは奇妙な形の袋を引きずる一人の少年と出会うんです。少年が持っていた袋の中身はなんと生後3ヶ月ほどの小さなヒグマ。母グマが猟師によって撃たれてしまい、一人ぼっちになっていたところを少年が保護したというんです。しかし少年は生活が貧しく、子グマを育てられる環境ではないんです。そこで軍の兵士たちは肉の缶詰と引き換えにその子グマを引き取ることにしたんです。家族とね離れて過去から任務に就いた兵士たちは一人ぼっちになってしまってね、この子グマをね見捨てられなかったかもしれないんですよね。というわけでね、兵士たちはね試行錯誤しながらクマのお世話を始めるんです。子グマは自分でうまく食べ物を食べることすらできません。そこで兵士たちは薄めたコンデンスミルクをハンカチに染み込ませ、空いているウォッカの瓶に入れます。こうして作った即席哺乳瓶を近づけると、子グマはそこからミルクを飲み、少しずつ元気を取り戻していったんです。そんな子グマに兵士たちがつけた名前は、陽気な戦士という意味を持つ言葉、ボイテク。イランからイラク、パレスチナ、シリアを経てエジプトと、彼らはボイテクを育てながら進軍していきます。ボイテクもその間にすくすくと成長し、果物や蜂蜜などの固形物ももりもり食べるようになっていったんです。体もどんどん大きくなり、気づけば兵士たちと同じぐらいの体格にまで成長。しかしボイテクは相変わらず兵士たちにとてもよく懐いていました。可愛いな。彼らと一緒に寝ることが大好きなボイテクは、夜中にこっそり兵士の布団に入り込み、みんなを驚かせることもあったと言います。めちゃくちゃ可愛いじゃないこの子。いや、そうなんですよ、やっぱ小さい時から人間として育てられてるっていうのもあって、自分のこと人間だと思ってね、だんだんその性格、行動全てが人間っぽくなっていくんです。ボイテクは兵士たちに向かって敬礼をしたり、悪さをして怒られれば目元を隠すなど、人間がするような仕草も頻繁に見せるようになっていました。さらに兵士たちが大好きなある嗜好品も一緒に楽しむようになるんです。それがビールとタバコ。ボイテクはお酒の中でも特にビールを好んで飲んでいたんです。タバコに至っては必ず火をつけるように兵士たちに要求する始末。すげえな。さすがにタバコを吸うという行動はよく分かっておらず、そのままむしゃむしゃ食べてしまっていたんです。なんでやねん。とにかくボイテクは兵士たちの真似をしたくて仕方がなかったんです。時に兵士たちはボイテクに1対1でレスリング対決を挑むこともありました。とはいえ、すでに兵士たちよりも大きな体格に育ったヒグマ。ちょっとでも本気を出せば人間などひとたまりもないんです。しかしボイテクにおいてはそんな心配は無用。彼は兵士たちの強さに合わせて楽しく遊び、時にはわざと負けて場を盛り上げることまであったんです。そんな賢い本当にってなっちゃうんだけど、実はね、ボイテクは兵士たちといる間に、一度も彼らを傷つけたことがないって言うんですよね。もうすごいですね。賢いわね。そんな中、ボイテクが仲間の大ピンチを救うんです。ある日、兵士たちの拠点にひっそりと忍び寄る一人の男がいました。実はこの男、アラブ人のスパイ。兵士たちが最も無防備になるシャワー小屋に攻め込み、奇襲をかけようとしていたんです。スパイは気づかれないようそっとシャワー室の中へ忍び込みます。すると突然目の前に大きな黒い影が。それはボイテクでした。ボイテクはシャワーが大好き。この日もシャワー小屋のドアが少し開いていたのを見つけ、水浴びをするためにウキウキで中に入り込んでいたんです。まさかこんなところで巨大なクマに遭遇するなど思いもしなかったスパイ。恐れおののいた彼はあっさりと捕まり、奇襲作戦を全て白状したんです。偶然とはいえ兵士たちのピンチを救ったボイテク。彼はご褒美として2本のビールと水浴びで遊ぶ時間を与えられたんです。
漫画みたいな展開じゃないの、俺も。まあ、中身はね穏やかでもね、見た目はねヒグマそのものなんで、うんスパイからしたらもうめちゃくちゃビビったんじゃないですか、これ突然野生動物に襲われたみたいなね、気分になっちゃうからこれ。そんなボイテクなんですが、あることがきっかけで兵士として正式に軍に入隊することになるんです。一体何があったのか。兵士になったクマ。1944年、ボイテクを連れた兵士たちは次なる戦地へ向かいます。それがイタリアのモンテカッシーノの戦い。イタリアまでは船に乗っていかなければいけません。しかし、ここで大きな問題が発生したんです。兵士たちが乗る輸送船は動物厳禁。つまり、クマであるボイテクは船に乗ることが許されなかったんです。だからといって、ここでボイテクを置いていくわけにはいきません。そこで、兵士たちはある裏技を考えました。それが、ボイテクを兵士として軍に登録すること。こうしてボイテクはポーランド軍により正式に名前と番号、階級を与えられ、ポーランド第2軍団第22弾薬補給中隊の所属となるんです。トンチみたいな話だけど、とにかく船に乗れたのは良かったわね、これね。まあそうですね、それぐらいねみんなからねボイテクは愛されてたんですけど、ついにそんなボイテクは戦争の前線に向かうんです。ボイテクは初めて本格的な戦闘を目の当たりにします。激しく飛び交う砲火や耳をつんざくような爆発音。しかし彼はそれにも怯えることもなくすぐに慣れるんです。それどころか得意の木登りで高いところから遠くの爆発を眺めることもありました。さらにボイテクは驚くべき行動を見せるんです。ある時、輸送車に弾薬や食料を積み抱えている兵士のもとにやってきたボイテク。彼はおもむろに2本足で立ち上がると前足を兵士に差し出したんです。それはまるで僕にも何か運ばせてと言っているようでした。試しに兵士はボイテクに重たい弾薬の箱を持たせてみることに。するとボイテクはそのまま箱を受け取り、まるで人間のように2本足で器用に歩き荷物を運んだんです。すげえな。それからというもの、ボイテクは毎日熱心に荷物の運搬作業を行いました。並外れた力を持つボイテクは一度に運べる荷物の量も桁違い。さらにその仕事ぶりも丁寧で、一度も荷物を落とすことはなかったというんです。こうしてボイテクは激戦の続く前線で兵士としても大活躍をします。この活躍が認められ、軍の司令部はボイテクが所属する第22中隊の紋章をね、クマがねこう砲弾を持っているねマークにしたんですよ。もうすごくないですか。終戦後の1947年、ポーランド軍は解体。戦友たちと別れたボイテクはイギリスのエディンバラ動物園に引き取られました。動物園でもたくさんのお客さんに愛されたボイテク。かつての仲間の兵士たちも動物園を訪れ、タバコを投げ入れてボイテクを喜ばせたといいます。1963年、ボイテクは22歳でこの世を去りました。兵士たちに育てられ、自らも兵士となって活躍したボイテク。その存在は兵士たちに笑顔と安らぎを与え、厳しい戦時下においても他者を愛し、愛される喜びを忘れさせないでくれていたんです。人間に育てられたチンパンジー。遡ること33年ほど前の1988年、舞台は西アフリカの西部に位置するシエラレオネ共和国。小さな村の市場を歩いていた夫婦は、店先で売られているある商品に目を留めました。それはなんと幼い一匹のチンパンジー。当時シエラレオネ共和国はいずれな内戦により国民の多くが貧困にあえいでいました。そんな中行われていたのがチンパンジーの密猟。子供のチンパンジーには価値があり、高値で売ることができたんです。多くの密猟者は母子と一緒にいるチンパンジーを捕獲、母親のチンパンジーは殺し、残った子供だけ売りに出していたんです。夫婦が市場で見つけたのもまさにそんな悲惨な運命をたどってきたチンパンジーだったんです。当時ね、密猟者によるねチンパンジーのね乱獲がね問題になっていて、政府はねそのチンパンジーを守るために保護区を作って、そこにねチンパンジーを集めてたんですよ。実はこの夫婦もね保護区のね職員だったんです。弱々しく今にも死んでしまいそうなチンパンジー。保護区で働く者としてはこれを助けずにはいられません。夫婦はその幼いチンパンジーを購入し、自宅で育て始めました。強く元気に育ってほしい。夫婦はそんな願いを込めて、このチンパンジーに当時活躍していたボクサーと同じブルーノという名前を付けます。たくさんの愛情を受け、ブルーノはすくすくと成長。通常チンパンジーの平均的な体長は85センチほどなんですが、なんとその2倍以上180センチの巨体に育つんです。願い通りに元気に育ったのはいいんですが、あまりにも大きくなってしまったブルーノ。夫婦の自宅では育てることができなくなり、10歳の時ブルーノは保護区に放たれます。群れの中でもとびきり体の大きなブルーノは保護区に入ってすぐに群れのボスになりました。人間に育てられたこともあって人懐っこい一面もあり、保護区の職員に対しては笑顔を見せたり投げキッスをすることもありました。そんな強くて賢いブルーノを職員たちも皆信頼していたんです。投げキッスとかね、チンパンジーやってくれちゃったらもう確かキュンとなっちゃう。ただね、アミコさん、そのね可愛いのも含めてね、ブルーノの計算だったんですよ。計算してんの？もうね可愛いだけじゃダメなんですよ。心
心が大事。他人の気持ちを読むっていうことを僕たちはいつも無意識に行っていると思います。これって実は社会生活においてすごく重要な能力なんです。心理学ではこれを心の理論と呼んでいます。研究によればチンパンジーもある程度心の理論を持っていることが分かっています。心の心理は他人はこう思うだろうと察することにより人と協調したり無駄な衝突を避けたりできるもの。しかしこれは逆に捉えると他者を欺くことも可能だということなんです。ブルーノが保護区の職員に愛想よくするのはそうすることで相手が喜んだり信頼してくれるのを理解した上で行っていたからと言われています。そんなことができるチンパンジーだからこそさ、人気者になれるわけじゃないの。なんか問題あるわけこれで。実は、その人間はね、ブルーノ信頼してたんですけど、ブルーノは人間のことを信頼していなかったんだよね。残酷な復讐劇。人懐っこいと思われていたブルーノでしたが、観光客にはしばしばそれと正反対の態度を取ることもありました。ブルーノは気に入らない観光客に向かって糞や石を投げることがあったんです。汚ねえな。本来チンパンジーは凶暴性の高い動物。しかし保護区の職員たちは自分たちに向ける友好的な姿に惑わされ、ブルーノが持ち合わせている凶暴性を軽視してしまったんです。今になって思えばブルーノはそれすらも計算していたのかもしれません。そしてある日とうとうブルーノは驚くべき行動に出るんです。ブルーノは30匹のチンパンジーたちを従えて保護区を脱走したんです。なんと彼は職員がやっているのと同じように出入り口の鍵を開けて堂々と出て行ったと言います。毎日職員が出入りする様子を見てブルーノは鍵の開け方を完全に把握。職員に愛想を振りまきながら脱走するタイミングを虎視眈々と狙っていました。ブルーノもさ、自由になりたかったんじゃないのこれは。だけだったらいいんですけど、実際保護区のね職員たちも、もうブルーノたちはね、その野生にね帰ったんだっていうところでね、ちょっと油断してたんですけど、実はねそうではなかったんです。ブルーノの脱走からしばらく経ったある日、1台のタクシーが保護区に向かって走っていました。乗っていたのは3人のアメリカ人観光客と現地の案内人、そして同じく現地出身のタクシー運転手の合わせて5人。車が保護区にほど近い道に差し掛かった時、観光客は窓の外にあるものを見つけます。それは静かにこちらを見つめるチンパンジーの姿。間近で見るチンパンジーに喜び、観光客はカメラを向けました。しかし地元をよく知るタクシーの運転手だけはこの状況の恐ろしさに気づいていたんです。凶暴な動物であるチンパンジーがこんなに近くに現れるということは、奴らは自分たちを襲うつもりだと。運転手はねもうね焦ってねその場をね離れようとしたんですけど、もうねその焦りとね恐怖でね彼のハンドルがね狂ってしまったんです。車は保護区の柵に突っ込み、身動きが取れなくなってしまいます。慌てて逃げようとするんですが、時すでに遅し。車のボンネットにはとてつもなく大きな体のチンパンジーがいたんです。そう、それはブルーノでした。ブルーノはそのままフロントガラスを叩き割り、運転手を引きずり出すと首根っこを掴んで何度も頭を地面に叩きつけました。運転手が失神して動かなくなると、ブルーノは彼の手と足の爪を全て剥がし、指という指を食いちぎったんです。そうして相手が反撃できないようにしたブルーノは運転手の顔面を生きたまま食いちぎり始めました。彼はゆっくりと時間をかけ、もてあそぶように運転手を惨殺したんです。チンパンジーってこんな凶暴にもなんの？握力もめちゃくちゃ強いし、やっぱそのね力を人間に向けた時にはね本当に恐ろしいことになるんですよね。車のね後部座席にいたね観光客の人々も一目散に逃げたんですが、ブルーノたちはね彼らも襲うんです。後部座席に乗っていた4人はそれぞれバラバラの方向に逃げ出します。しかしブルーノの仲間のチンパンジーがすぐさまグループに分かれて追いかけ始めました。実はこれもブルーノがあらかじめ考えていた作戦だったんです。複数匹のチンパンジーに人間が一人で立ち向かえるはずがありません。逃げていた人々はすぐに捕まり攻撃を受けるんです。保護区から脱走し人間を容赦なく襲ったブルーノ。しかし彼がただ闇雲に人間を襲っていたわけではないということが被害状況から明らかになるんです。ブルーノたちが襲った5人の被害者のうち、白人であるアメリカの観光客は全員軽傷、黒人である現地の人間は殺害されたりひどい重傷を負わされていたんです。そう、ブルーノは肌の色で人間たちを見分けていたんです。母親を殺した密猟者、そして自分たちを狭い土地で管理した保護区の職員と同じ黒人に対してだけひどい暴力を振るっていたんです。このことからブルーノは自らの意志を持って人間を襲ったと考えられているんです。この事件を受け政府はすぐに脱走したチンパンジーの捜索を開始。その結果逃げ出した31匹のうち27匹は捕獲することができたんですが、ブルーノを含め残りの4匹の行方は未だに分かっていないんです。幼いブルーノの命を救い守り育てたのは人間たち。しかし本来彼が歩むべきだった生き方を変えてしまったのも同じ人間。動物たちは私たちが思う以上に我々の善意や悪意、感情を読み取っています。私たちの動物に対する行動はそのまま私たち人間に返ってくるということを感じることができる事件だったのではないでしょうか。